こんにちは。ジェームズのティータイムへようこそ。私は今、日本に交換留学中なんですが、あと2ヶ月ぐらいでイギリスに帰ります。しかし、正直言うと、全然帰りたくありません。イギリスに帰ったら、絶対、イギリスにもあればいいのに、と思ってしまうものがたくさんあります。今日はそのような日本の大好きなものを紹介していきます。今日はそんな日本にはあるけどイギリスにはない、そして私は本気で感動した大好きなものを3つ紹介します。まず1つ目は温泉とサウナです。もう大好き。しかし当然ながらイギリスにはないんですよ。どれぐらい温泉が好きかというと、ほぼ毎週行っていて、もう自分の温泉でのルーティンができちゃってるぐらいです。まず体、顔、髪をしっかり洗います。ここまではまあ普通ですよね。それから内湯でじっくり温まった後、いきなり冷たい水風呂に飛び込みます。そして2、3分ぐらい鳥肌が立つまで浸かります。長くねと思ってしまうかもしれませんが、これはまだ準備運動なんです。その後、サウナに入ります。冷水で体を冷やしているから長く入れるんですよ。目標は12分。サウナから出た後は、うわーきついと思うぐらい暑いけど、それがまた最高。そしてもう一度冷水風呂に1分ほど使ったら、露天風呂のスペースに行ってひたすら休憩。外の空気を感じながらぼーっと座ってます。熱い冷たい熱い冷たいを繰り返してると、体が今寒いの暑いのどっちって混乱して、全身が細かく振動しているかのように感じます。それが非常に気持ちいいです。いわゆる幸せホルモンがドバドバ出て、ストレスが一瞬で消える。この時間が本当に至福です。でもイギリスには温泉がないし、サウナもほぼありません。あっても高いしね。帰ったら本当にどうしようって感じです。ちなみになぜイギリスに温泉がないかというと、イギリスは日本と違って火山帯に位置していないので、天然温泉がそもそも存在しないです。そして天然温泉がないことで、温泉文化もあんまり発展せず、サウナも浸透していません。これはイギリスに帰ったら本当に恋しくなりそうです。2つ目はコスパ最強な外食文化。日本に来てから実はほとんど自炊していません。それに比べてイギリスにいた時は毎日朝、昼、晩全部自分で作ってました。なぜならイギリスで外食するのがめっちゃくちゃ高いからです。そのため、イギリスでは外食するのがちょっとした贅沢になります。それで特別な日じゃないとあんまりしません。イギリスではスーパーの食材が安くて自炊はしやすいと思いますが、正直毎日作るのって面倒ですよね。その点、日本はめっちゃ便利に感じます。普通のランチ定食は1000円前後ぐらいで食べれるし、牛丼なんてはサラダと味噌汁付きで500円。コスパ良すぎませんか？イギリスで同じように外食すると、感覚的には日本の2、3倍ぐらいの値段がします。だから気軽に行けない。日本みたいにイギリスでも安いレストランが増えてくれたらいいのになって本当に思います。3つ目、日本の魚料理の豊富さです。誤解しないでほしいんですが、
私はイギリス料理が嫌いっていうわけではありません。以前の動画で紹介したように、実はイギリス料理が結構好きなんですよ。意外かもしれませんけどね。でも、確かにイギリス料理は日本料理から学べることが多いと思います。その一つが魚の使い方。日本ではありとあらゆる魚を料理に活かしていて、すごく多様性がありますよね。極端の例で言うと、日本では調理法を少しでも間違えて食べたら死んじゃうかもしれない毒がめちゃくちゃ入っているフグも食べれますよね。それは本当に感動しますね。もちろんイギリスにもフィッシュ&チップスみたいな魚料理はありますが、日本に比べるとその種類と調理法が限られていると思います。日本と同じくイギリスも島国だし、周りに魚がたくさんいるはず。なのに、魚料理がそんなに発達していないような気がします。もったいないと思いますから、もっと魚を料理に活かしてほしいです。なぜイギリスでは日本ほど魚料理が発達していないかというと、主に2つの理由があると思います。1つ目は、イギリスの海域で取れた魚の多くが EU に輸出されるからだと思います。それで魚の値段が結構高くなってしまいます。2つ目は、多くのイギリス人は魚がまずいと思い込んでいるようです。まだ食べてもいないのにね。でもそのような人が食べてみたら、あら、意外と美味しいじゃんって気づくはずだと思います。私は魚料理が結構好きなので、イギリスに帰ったら日本の魚料理が恋しくなると思います。まあでも、フィッシュ&チップスを久々に食べるのが、それはそれで結構楽しみです。というわけで、今日はイギリスにもあればいいのにと思った日本の魅力3選を紹介しました。帰国までに日本でしかできないこと、日本でしか食べられないものをもっともっと楽しみたいなと思っていますので、もしおすすめがあったらぜひコメント欄で教えてください。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。では次回またお会いしましょう。バイバーイ。